武田勝頼の最後。どうする家康に学ぶ日本史。凡将ではなく妻と自害した悲運の武将。武田勝頼は織田勢に天目山へ追い詰められると、妻でまだ19歳の北条夫人を抱きしめながら共に自害した。武田勝頼の最後を詳しく見ていこう。武田勝頼は信玄の後を継いで1573年天正元年に武田軍団を率いている。勝頼は翌年には父信玄も落とせなかった難攻不落と言われた徳川家康の高天神城を攻めて落城させている。定説では武田勝頼は凡将であったために多くの家臣たちが離反して武田家は滅亡したと言われてきた。しかし近年では武田家の経済を支えてきた甲州金山の産出量の減少が没落の最大の原因だと言われている。特に有名な甲州北部の黒川金山は勝頼の時にはピーク時の半分以下に産出量が減っている。武田信玄は家臣への褒美に甲州金を手ですくって与えていたという。武田軍団の強さの背景には豊かな黄金を輩出する金山の存在があったのである。また定説として長篠設楽原の戦いで武田騎馬隊は織田軍の鉄砲三段撃ちの前に敗れ去ったと言われてきた。しかし現在では武田軍の騎馬隊や織田軍の鉄砲三段撃ちはなかったとされている。武田軍の兵力が1万5,000であったのに対して織田・徳川連合軍は3万8,000であったために織田・徳川連合軍が圧勝したとされている。見通しの良い平原での野戦で倍以上の敵に勝利することはほぼ不可能であるため当然の結果だった。山岳地帯で米の産出量も少ない甲州信州を基盤にした武田軍団の強さの秘密は甲州金であった。武田勝頼は金の産出量が半減した中、家督を引き継いでよく検討した。しかし金の切れ目が縁の切れ目とも言われる通り、家臣たちの離脱を止めることができなかった。また金の不足から十分な鉄砲を手に入れることもできなかった。つまり勝頼が凡将だからではなく経済的理由で武田軍は弱体化したのである。また勝頼は信玄が重用した隠密組織も引き継いで十分に活用している。勝頼は家康の長男松平信康の城下町である岡崎にも歩き巫女などの忍びを放って岡崎町奉行の大岡弥四郎を武田方に引き込んでいる。そのために岡崎城主の松平信康や築山殿の動きはすべて武田方に筒抜けであったようだ。勝頼は大岡弥四郎が岡崎城を乗っ取る手はずを整えて長篠の合戦に出陣した。ところがこれを阻止したのが家康の家臣服部半蔵である。半蔵は伊賀者を使って大岡弥四郎の動きをつかむと弥四郎を捕獲した。そして弥四郎やその関係者はすべて処刑され、勝頼の計画は水の泡となった。服部半蔵が家康に重用されて出世した陰にはこうした活躍があったのである。勝頼は弥四郎の計画が露見したためやむなく1万5,000の兵力で倍以上の
織田・徳川連合軍と設楽原で戦い大敗する。その後に信長と家康は岡崎城主である松平信康とその母築山殿にこの時の責任を取らせたと言われている。武田軍にとって長篠・設楽原の戦いでの大敗が致命的となった。武田24将などの主だった家臣たちの多くを失った勝頼は二度と武田軍を元のように立て直すことはできなかった。米も黄金も使い果たした勝頼を家臣たちは次々と裏切ったが、若い妻の北条夫人だけは裏切らなかった。北条夫人は1577年天正5年14歳で勝頼の正室に迎えられた。北条氏康の六女であったために北条夫人と呼ばれたが、その時に勝頼はすでに32歳で親子ほども年の離れた夫婦であった。しかし北条夫人は勝頼と仲良く通詞ヶ崎の館で束の間の幸せな日々を過ごした。ところが北条夫人は不運にも嫁いでからわずか5年で武田軍は織田・徳川軍に大敗して最後の時を迎えた。北条夫人は次々と居場所を追われ、ついに天目山に追い詰められるが、最後まで勝頼を見捨てなかった。勝頼が天目山にたどり着いた時、友の者と女房たちを合わせてもわずか40人ほどであった。勝頼はまだ若い北条夫人が不憫で、何度も実家の北条氏へ帰るように説得している。しかし北条夫人はもとより夫婦は二世のちぎり、手を取り合って三途の川を渡って後の世を約束したいと言って譲らなかった。先に北条夫人が短刀で喉を突き刺して自害したが、武田勝頼は北条夫人を抱きしめながら折り重なるようにして自尽している。武田勝頼と北条夫人は徳川家康によって慶徳院に手厚く葬られた。戦国大名としての武田家の命運はこの時絶たれたが、勝頼の弟武田信親の子孫が江戸時代に後家に取り立てられて存続している。